ニーです。今回は3日目バスツアー編から再開したいと思います。3日目、7月29日土曜日。この日はジャンボツアーズ社の日帰りバスツアー。沖縄ヒップホップバス A コースに参加してきました。半日ほどのツアーで食事はついていませんが、各施設への入場料がツアー料金に含まれています。また、多言語音声ガイドがついており、日本語、英語、北京語、広東語、韓国語、タイ語、ロシア語、スペイン語に対応しているため、海外からの観光客も楽しむことができます。最初に訪れたのは名護パイナップルパーク。こちらでは自動運転のパイナップル号に乗ったり、広い園内を歩いてパイナップル畑やジャングルのように茂る植物を鑑賞できます。他にも沖縄のパイナップルの歴史を学んだり、パイナップルのスイーツやワインをお土産として購入することなどもできます。園内を回ってパイナップルって意外と種類が多いんだなと思いました。パイナップルの実がこのようになっているのを知っていましたか？私は子供の頃は逆向きになっていると思っていました。パイナップル号を降りた後は歩いて園内を回ります。途中で日本最大級の蝶で沖縄県のシンボルの一つとなっているオオゴマダラを見ることができるエリアがあります。さなぎは黄金色でゆっくり優雅に飛ぶのが特徴とのことです。園内には様々なフォトスポットがあります。大きなパイナップルのモニュメントや沖縄の守り神シーサーがところどころにいたり、ハート型に飾られたモニュメントなど自分好みの写真映えするスポットを探すのも楽しいと思います。奥に進むとダイナソーアドベンチャーツアーというエリアがあり、たくさんの恐竜たちがパイナップルパークに遊びに来ています。大小様々な恐竜たちが鳴いたり、動いたり、歌ったり、楽器を演奏したりと、来園者を出迎えてくれます。ダイナソーアドベンチャーツアーを抜けると、お土産の売店やパイナップルを使った食品を食べられるエリアになっています。せっかく来たので、パイナップルを食べました。香りが良く、甘酸っぱくて美味しかったです。1時間ほど名護パイナップルパークに滞在した後は小売島に行きました。音声ガイドによると沖縄版アダムとイブの伝説が残る島だそうです。ここでの滞在時間は30分ほどで、青い海と白い砂浜、小売島と名護市の矢垣島を結ぶ小売大橋を見ることができます。滞在時間が短いので海には入れませんでしたが、綺麗なビーチで心地よい海風を楽しむことができました。小売島を後にして次の目的地はこのバスツアーのメインコンテンツである沖縄美ら海水族館。美ら海とは沖縄の言葉で美しい海という意味があります。沖縄美ら海水族館は沖縄の海との出会いをテーマに自然豊かな沖縄の海を再現し、多種多様な生物との出会いを体験することができます。ここでの滞在時間は3時間と長めですが、水族館の見学、海洋博公園の散策、そしてランチをこの時間内に済ます必要があります。まず最初にイルカショーを見るためにオキちゃん劇場に向かいました。オキちゃんとは現在48年という国内最長飼育記録を更新中の南バンドウイルカの名前だそうです。開園20分前にはすでに観覧客でいっぱいで人気の高さがうかがえます。ショーが始まるとたくさんのイルカたちが音楽に合わせて元気に泳ぎ回ったり、ジャンプして水しぶきを上げたり、ヒレや尻尾を振ったりしてくれます。途中で水槽の前にずぶ濡れコーナーが用意され、イルカたちの上げる水しぶきで水浸しになれます。着替えを持ってる方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。それでは少しの間、イルカたちのダンスをご覧ください。
ショーの最後にはヒレを振って挨拶してくれました。イルカショーの後は水族館に向かいました。夏休み中の土曜日ということもあって子供たちがたくさんいて賑やかでした。中に入るとヒトデやナマコなどの浅瀬に住む生き物、サンゴ礁や熱帯魚、伊勢エビなどが見れるサンゴの海エリアが最初にあります。その次は沖縄美ら海水族館のメインスポット、黒潮の海があります。全長 8.8 メートルものジンベエザメやマンタ、サメなどの回遊魚を巨大アクリルパネル越しに見ることができます。暗いのと人が多かったので撮影はできませんでしたが、最後には沖縄の深海を再現した深層の海もありました。午後14時過ぎ、水族館を出た後、遅めのランチを取ることに。この時間でもレストランは混んでいたので、外にあった屋台できび丸豚のホットドッグとマンゴースムージーをいただきました。ホットドッグは大きくてボリュームがあって美味しかったです。バスの時間までまだ少しあったので、施設内のカフェモーレマーレで休憩。猛暑の中ランチをとっていたので涼しい空間がありがたかったです。美ら海水族館を後にして次に向かったのはお菓子御殿女店。首里城をモチーフにした外観で、中では紅芋タルトをはじめとしたお菓子類やシーサー、琉球ガラス、泡盛などの沖縄土産品を豊富に取り揃えているお店です。ここでの滞在時間は30分ほど。サクッとお土産を買って店内のパーラーで紅芋モンブランを食べてゆっくりしていました。バスツアーの最後に訪れたのは万座毛です。かつての琉球王が万人が座するに足る平原と称賛し、その名前がついたと言われているそうです。象の鼻のように見える岩が特徴ですね。ここでの滞在時間は30分ほど。夕方なので気温も少し下がり、海風が気持ちいい平原を歩くことができます。出入り口となっている施設では地元グルメや恩納村の特産品などを販売しているお店もあります。半日ほどのバスツアーもこれで終わり。たくさん観光できたので満足です。バスツアーが終わってホテルに戻った後で夕食を取りに行きました。この日は炭火焼肉ビストロ山城牛。沖縄中部のうるま市にある山城畜産で育てられている沖縄県産牛肉の中でも一級品の山城牛を味わえるレストランです。まずは山城牛サーロイン炙りユッケをオーダー。龍の卵というブランド卵の濃厚な黄身が乗っており、黄身を割って軽く炙られた牛肉と混ぜてレモン汁をかけていただきました。肉は臭みがなくてとても柔らかい。卵が驚くほど濃厚で肉との相性抜群。今まで食べたユッケの中で一番でした。次はいよいよ焼肉です。山城牛の特上カルビとミスジ、金アグー豚のロースを注文しました。どれも分厚くカットされており食べ応えがあります。特上カルビは美しい霜降り肉で結構脂強め。焼くとすぐに火が通ります。油が甘くて美味しいのですが、正直に言うとちょっと6枚食べるのはきつかったです。上カルビか赤身で良かったのかもしれません。ミスジも綺麗な霜降り肉でしたが、特上カルビほどくどくはなく食べやすくて美味しかったです。金アグーロースは肉の旨みが強くて脂身のバランスも良く、ご飯には一番合いました。金アグーはもっと食べてみたいなと思いました。いつか沖縄に来た際に挑戦してみようと思います。焼肉用のタレや塩、レモンがありましたが、今回は肉の味が強かったのでほとんど塩でいただきました。最後にシークワーサー味のアイスをいただきました。さっぱりしたものが食べたかったのでちょうど良かったです。沖縄旅行3日目はとても内容の濃い一日になりました。
4日目、7月30日日曜日。実は、この日はノープランで、かつ前日の疲れもあったので、お昼までホテルでのんびりと過ごしていました。ランチはステーキハウス88辻本店へ。老舗のステーキハウスでアメリカンステーキがリーズナブルな価格で楽しめます。ここではおすすめメニューの特上サーロインステーキをオーダー。運ばれてきた鉄板で肉が焼ける音が食欲をそそります。昨日の焼肉とは打って変わってジューシーな赤身肉。お肉は柔らかくてナイフで簡単に切ることができます。様々な種類のソースが用意されており、味を変えながらステーキを堪能しました。ランチの後は国際通りへ移動。真夏日の中でしたが、ウィンドウショッピングを楽しみました。途中で涼むためにブルーシールアイスクリームのお店に入りました。ブルーシールはアメリカ生まれ、沖縄育ちのアイスクリーム屋さん。ここではマンゴーとバニラのミックスソフトを注文。マンゴーだけだと濃いかなと思いましたが、バニラがあることでちょうどいいバランスになっています。この後、国際通り散策を再開しましたが、特にすることもなく、外にいると熱中症になりそうだったのでカラオケ店に避難して夕飯まで時間を潰しました。夕飯は国際通りから少し移動してユイレールの坪川駅から徒歩15分ほどのところにある沖縄そばと海産物料理の店そべ。戦後に建てられた民家を改築したレストランでどこか懐かしさを感じる雰囲気です。ここではそべのまかないそば定食と煮卵を注文。定食にはジューシーともずく酢がついており、そばとの相性は抜群。かなりボリュームがあり、お腹いっぱいになりました。沖縄旅行4日目はまったりのんびりしました。さて、明日は東京へ帰ります。5日目、7月31日月曜日。楽しかった沖縄旅行もついに最終日を迎えました。この日は台風6号が沖縄に接近しており、私の乗る便の2つ後からは欠航が決まっておりました。那覇空港のデッキから外を見渡しましたが、この時点では晴れていましたね。飛行機はちょっと揺れはしましたが、無事に羽田空港に到着しました。さて、今回は4泊5日の沖縄グルメ旅ということで、初めてのブログ動画の投稿となりました。いかがでしたでしょうか？個人的にはとても楽しい旅行ではあったんですが、今年はとても蒸し暑く、常に熱中症のリスクがありました。今度沖縄に旅行するときは、もう少し涼しいシーズンを選ぼうかなと思いました。この動画で少しでも沖縄旅行に興味を持っていただけると幸いです。そして、実はすでに次の旅行の計画を立てているので、また近いうちに旅ブログを投稿します。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。